皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。こんにちは、白帯ちゃんです。さて、一部の方々から新作はよとせっつかれる割に視聴数は超低空飛行のマニア向けコンテンツ TRPG 温故知新のお時間がやってまいりました。もっとたくさんの人に見てほしいですね。今回は何のゲームを紹介してくれるんですか？今回はこのゲームです。大活劇江戸の始末人です。江戸？始末人？大活劇は1992年に発売されたこのボックスタイプのね箱の TRPG です。前回紹介したマジカル&RPG とちょうど同い年ですね。平成で言うと4年になります。本ではなく箱なんですね。本はね中に入っているわけなんですけれども、こういう感じでプレイヤー用の冊子とゲームマスター用の冊子、それからワールドガイドですね、江戸時代について書かれているものとか、立派なね江戸の地図なんかも入ってますね。それから江戸に住んでる人たちのこういうコマとかキャラクターシートとかも入っています。結構いろいろ盛りだくさん入ってる箱です。もともと20面体のサイコロも入ってたはずなんですけど、それは避けちゃったので今入ってないですというね感じの箱のゲームなんですけど、以前ねこのチャンネルでも紹介しましたサイバーパンクエッジランナーズミッションキットみたいにね、今でもボックスで発売されているゲームは珍しくないですけども、ボックスタイプはねちょっと書籍とは一味違う趣というかね、ボードゲーム感があって僕は好きです。タイトルに江戸がついてるってことは、ひょっとして江戸時代を舞台にしたゲームなんですか？まあそうなんだけど、さらにねイメージしやすく説明すると、大活劇はテレビの時代劇を遊ぶことができるゲームです。テレビの時代劇というと遠山の金さんとか水戸黄門とか暴れん坊将軍とか。今はねかなり少なくなってしまったんですけれども、この発売された1990年代はたくさんのテレビ時代劇シリーズが放映されていました。その中でもねこのゲームはとっても人気があった必殺シリーズというのを再現することを目指したゲームなんだよね。必殺シリーズ？必殺仕掛け人とか必殺仕事人、必殺仕置き人とか、もう数えきれないぐらいのですね派生シリーズが作られた超人気時代劇シリーズで、僕もね DVD ボックスをコレクションしてるぐらい大好きな作品です。もともとは池波正太郎の小説仕掛け人藤枝梅安というのをベースにしていて、一般的なね完全懲悪な時代劇と違って殺し屋が主人公っていうところに特徴があります。いわゆるアンチヒーローものと言われるジャンルに属するのかな。藤枝梅安はね最近豊川悦司さんが主演で映画にもなったので知ってる人もいるんじゃないかなと思います。シリーズ通してですねかっこよかったりね、頓挙な変なやつだって笑っちゃうようなやつだったり、バリエーション豊かな暗殺テクニックっていうのを持った暗殺者がたくさん登場するのがめちゃめちゃ楽しいシリーズだったりします。例えば藤枝梅安は針の医者ですね。針治療をするような医者なんだけど、治療用の針でねブスッと飛行みたいなとこをついて相手を倒すっていう戦い方をしますし、有名どころで言えば紐でね首を縛ってこうピンってやると相手が死んじゃうという組紐屋の竜っていうのは結構有名ですね。京本政樹さんが演じられて、結構テレビとかでも何回かいじられたりとかすることがあるぐらい有名な役どころです。他にはね例えば和田アキ子さんなんかも実は出てたりとかして、怪力で首をね180度ガッて回して倒してしまうみたいなやつとして出てきたこともあったりします。テレビで見たことあるかもしれません。でも殺し屋が主人公なんて恐ろしいですね。殺し屋といってもね、プレイヤーは弱者を泣かす役人を法に代わって成敗する正義の暗殺者っていう立ち位置でプレイをするので、ゲームとしてはですね結構気持ちよく遊ぶことができます。キャラ付けの過程で例えばお金にうるさいとかいろいろ特徴付けをすることはあったとしても、悪人をね最終的に倒すっていうところは時代劇のセオリーにも合っているので、そういう意味ではねゲームとしては遊びやすい設定なのかなと思ってます。実は時代劇っていうのは信じられないぐらい TRPG と相性がいいんですよ。特にコンベンション向けなんかで1日でね終わらせるようなシナリオとは抜群の相性なんだよね。時代劇と TRPG？ 全然違う気がしますけど。時代劇の構成ってね考えてみてもらえばわかると思うんだけど、江戸のね日常のパートから始まって、困ってたり苦しい目に遭ってる人たちが現れて、主人公たちがね悪事の原因を突き止めて、越後屋が悪いとかね悪代官がいるみたいなことが分かって、最後にチャンバラで決着をつけるっていうのがセオリーがありますよね。しかもそれがねこう30分とか45分とかの1話で全部の伏線も回収しきって、きちっと悪いやつが倒されて完結します。次回にね持ち越すっていうのは
は主人公の設定とかレギュラー陣は持ち越しますけど、基本的には前の話を見ていないと次の話がわからないってことはなくて、急にね32話とかだけピックアップして見たとしても全然すんなり見れるというところが時代劇のすごい良さだったりします。事件があって調査して最後に悪役と対決する。あれ？そう考えると確かに TRPG のワンセッションと似てるかも。そうですね。例えばファンタジーで例えてみても、ある町にね、到着した冒険者一行、酒場でね、困っている人たちがいると頼まれて調査し始めたら、地方の領主がね、悪い魔法使いと組んで悪事を働いてるってことが分かってくると。でね、領主が住む城の地下ダンジョンを攻略していて、クライマックスでね、領主と魔法使いを倒すみたいなね、展開を考えると、ファンタジーの単発のセッションにも簡単に応用できるんですね。ラストがね、必ず戦闘で終わるっていうところも TRPG に向いている要素かなと思います。確かにそのままシナリオにできそうですね。大活劇の場合、セッション前日にね、時代劇をサクッと一本見て、そのままね、移植してくれば、インスタントにシナリオが量産できるっていうのも、毎週ね、何セッションも遊ぶようなね、人たちにとっては非常にね、遊びやすいゲームだったりしました。時代劇と TRPG の相性以外にも、この大活劇はですね、ゲームシステムとしても色々面白い仕組みがあって、特にね、このゲームらしいっていうところは、成功したらですね、相手のヒットポイントに関係なく、一発で相手を倒してしまうというね、必殺というシステムがあるんです。一発で相手を倒しちゃうのは乱暴すぎませんか？とはいえ、いきなり倒しちゃうというよりは必殺を仕掛けるにはね、相手の気をそらしたりとか、隠れて近づいたりとかして、さらに判定に成功したり、いくつか条件はあるんだけど、どういう演出でね、敵を倒すかっていうのは、プレイヤーの自由に決められるので、テレビのね、必殺シリーズみたいにですね、独創的な必殺シーンを作ることができるんです。へー、それは面白そうですね。個人的な思い出話なんですけど、僕がね、大学生の頃、小学校ね、3年生の男子を相手にですね、大活劇の GM をやったことがあるんですけども、彼がね、花火師の暗殺者のキャラクターをやりました。これがね、めちゃめちゃかっこよかったんですよ。隠密でね、近づいていって、影からね、悪代官をドンって突き飛ばすわけですね。悪代官がヨロヨロヨロっと倒れてね、その転んだ先に大きな筒があってですね、そこに悪代官の大きいお尻がズボッとはまって、そこから出られなくなってしまう。あわあわしているところにですね、近くからですね、バチバチと導火線の火が近づいてきて、やめてやめてやめてっていう悪代官に対して花火師が苦しんだ人々にあの世で詫びな、みたいなことを言ってですね、悪代官が花火とともにですね、バーンと打ち上がっていくと、そういう必殺シーンをね、やったことがありました。その瞬間ね、プレイヤー全員が心が一つになって、たまやーって上を見てね、掛け声が揃ってめちゃくちゃ一体感があったっていう、こういう一連の演出が必殺っていう判定1回でできるということなんですね。それは盛り上がりますね。小学生でその演出を考えられるのもすごいですけど。その小学生たちはですね、クライマックスで興奮しすぎてですね、みんなずっと立ち上がってね、椅子に座らない状態で前のめりに遊んでくれててですね、僕の GM 人生の中でも5本の指に入るぐらい会心のセッションだったなという思い出です。でも、全員が必殺をするってことは、戦士とか魔法使いみたいな役割分担はないんですか？役割分担ね、一応あってですね、プレイヤーは暗殺者、密偵、用心棒っていうですね、この3つの種類から裏の職業っていうのを選びます。暗殺者っていうのはさっき言ったみたいにですね、一撃で相手を仕留める必殺がめちゃめちゃ得意な職業ですね。密偵は情報収集で大活躍します。用心棒は正面から切り合いに強い戦士的な役目っていう感じです。クライマックスの戦闘では用心棒がですね、正面から切り込んでいって、密偵が撹乱して、最終的にね、暗殺者が主要な悪役にとどめを刺すっていう展開になりやすかったりします。3種類しかないので、5人で遊ぶ時とかは暗殺者2人にしたりとかなったりするんですけど、同じね、裏の職業でも構築でね、いろいろ差別化することができるので、あんまり気にすることはありません。割とね、情報収集が得意な暗殺者とか、戦える密偵とか、複数の役割を兼ねたキャラクターも作りやすいので、少人数でも遊びやすいゲームだったりします。裏の職業ってことは、表の職業もあるんですか？はい。裏の職業とね、表の職業を一つずつ組み合わせてキャラクターを作ります。表の職業はね、たくさんあって、例えばね、表向きは遊び人だけど、裏は用心棒とか、普段は芸人なんだけど、実は暗殺者とか、表と裏の職業を自由にね、組み合わせることができます。組み合わせにね、制限はないんだよね。もともと刀を使う同心やね、浪人など、そういう表の職業の方が、実際の戦闘力自体はね、高くなるんだけど、ピーキーな戦闘を楽しむゲームっていうわけでもないのでね、表の職業はぜひやってみたいキャラクター性で選んだ方が楽しいかなと思います。表向きが遊び人と聞くと、遠山の金さんみたいなキャラクターをやってみたくなりま
ますけど、このゲームは必殺シリーズしかできないんですよね。いや、確かにね、基本システムは必殺シリーズ想定しているんだけども、追加サプリメントの桜吹雪というのを導入すると、遠山の金さんとかね、鬼平犯科帳みたいなものも遊べるようになります。これがね、大活劇サプリメント、桜吹雪ですね。表の職業もね、このサプリメントで火消しとか相撲取りみたいな面白いものが増えてて、詳しい解説も載ってるので、大活劇ね、遊ぶならぜひね、このサプリメントだけは導入していただきたいなと思います。さらにね、これ結構ね、江戸時代の地域の特徴だとか、こういう感じですよみたいな文化的なこととかもいろいろ書いてあるので、実は僕資料的な価値が高いのでですね、いつも本棚に入れていて、江戸時代を舞台にしたりとか、ネタ使いたいっていう時は、これを開くようにね、活用させていただいております。そういえば、時代劇を遊ぶゲームって大活劇の後に何か出てるんですか？この動画を見て時代劇 RPG をやってみたくなった人がいても、大活劇はなかなか手に入らないですよね。この温故知新はですね、紹介したゲームが手に入りにくいというところがね、弱点なんです。個人的にですね、今時代劇を TRPG で遊ぶならダントツでこの天下両乱がおすすめです。いろいろね、サプリメントも、たくさん出ていてですね、僕も楽しく遊ばせてもらってるんですけども、このね、天下両乱、ぜひね、紹介したいと思います。超時空時代劇 RPG？なんかすごそう。天下両乱はですね、水戸黄門から流浪に剣心とか、それから鬼滅の刃まであらゆるね、和風時代劇のジャンルをね、遊べる TRPG なんです。もちろんね、必殺もカバーしております。普通に遊ぶとですね、ナチュラルに神様とか妖怪とかいろいろ登場してしまうので、テレビ時代劇的な人間だけの SF 要素少なめっていう感じで遊びたい場合は、選べるクラスをね、制限するとか、レギュレーションを決めて遊ぶといいと思います。少しの工夫でテレビ時代劇も遊べるんですね。大活劇が手に入らなかったら、天下両乱で時代劇を遊んでくださいね。そのうちね、そういう特殊なレギュレーションで遊ぶプレイ動画なんかも作ってみたいなと思います。はい。そんなわけで TRPG 温故知新第3回目は僕の一押しの TRPG 大活劇江戸の始末人を紹介させていただきました。今後もね、今振り返ると意外と楽しい面白いゲームをどんどん紹介していきたいと思いますので、面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。お願いします。ここで一つお知らせです。11月に行われますゲームマーケット2025秋に黒帯ゲームズが初出展することになりました。ゲームマーケットは2日間開催されますが、初日の11月22日土曜日の1日だけ小さなブースで出展予定です。今作ってる新作のゲームを持っていくつもりですので、もしご都合がつきましたらぜひ遊びに来てください。初出展でね、きっとドキドキしてると思いますので、冷やかしでもいいのでね、声をかけてくださるとめっちゃ心強いです。ゲーム制作の様子はこのチャンネルでもお伝えしていきますので、お楽しみにしていてください。というわけで、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。